はい、魚座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は7月前半のタロットリーディングと星の補足説明をさせていただきます。お願いします。早速いきますね。はい、ちょっと今回はね、アメリカのコロラド州の国立公園に来てまして、ここから皆さんに何か大自然のいい波動をお届けできないかなと思って撮っています。ちょっと逆光になるので自然を見せられないんですけど、はい、いきます。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。7月前半です。ワンド7逆、カップ7、ジャスティス逆、お月さん、デビル逆、ペンタクス4、ソード10。気をつけることや対策は、フールとワンドナイトとオラクルは、はい、ペンタクスの7の逆ですね。なるほど。6月のね後半ちょっと何かちょっとぴょこっと顔を出して息継ぎできるというか、何か楽しいことを見つけられないかなって感じだったんですけど、皆さんいかがでしたでしょうか。日常生活の中で一日の中で一つでも嬉しいことを見つけられましたか。もし見つけてませんという方はぜひねやってみてください。一日1個でもいいから嬉しいことを思い出してみる。今日はレジ早く並べだなとかでもいいし、今日は誰かがドアを開けてくれたなとかでもいいし、何か本当に些細なこと一つでいいので、嬉しいことをどんどんカウントしていくようにしてみてください。そうすることで感情的に嬉しくなるというだけではなくて、この時期は魚座の皆さんは自分が優しくされるに値する人間なんだということを感じ、細胞で感じ、そしてそこにふさわしい自分のパフォーマンスをする、ふさわしい自分の生き方をする、ふさわしい自分の表現ができるようになるっていう形で、普通になんかいいこと嬉しいことをただカウントしてるだけと思うかもしれないんですけど、自分がどんどん開かれてくるっていう風になってくるので、ぜひやってみてください。これは7月前半も続きます。なので本当はね、意識的に自分にどんな喜びを与えてあげようかなとか、何を自分を喜ばせてあげようかなということで考えて動いていくっていうのがとてもいいんですね。でもそんな余裕がないですっていう方は、一日が終わった後でも何か嬉しいことをカウントしてみてもいいし、朝からですね、今日の嬉しいことは何かなと思って過ごしてると、きっと何かあったって感じで見えてくると思うので、やってみてください。でそれと、星の説明ですけれども、7月2日以降にちょっとね、健康に対しての意識が変わってきたりとか、日常生活に対して何かいい戦略を使えるみたいな感じがあるんですね。何か王道ではないやり方で変化球がすごく効くみたいな感じがあるんです。なのでもしもですけど、今体調があまり優れていないとか、普通生活の中でちょっと大変なことがあるっていう方は、それに対してのヒントが得られると思います。7月の2日以降に。なので7月2日3日ぐらいになってくると、途端にちょっと気持ち的に明るくなるというか、これがいいかもみたいな形でね、何かやっぱり戦略というか裏の手みたいなのが使えるってなると、ちょっと気持ちも上がりますし、実際にそういう形でちょっと違う角度から自分の生活を良くしていくためのアイディアだったり、何か方法っていうものが出てくるんだろうなと思います。でさらに、7月6日新月なんですね。でこの新月っていうのは魚座の皆さんにとっては喜びというところで起こりますので、本当に何を喜んでいくのか、何を作っていくのか、何をクリエイトしていくのかで、その作っていくこととかクリエイトしていくこと、想像していくことっていうのは、自分を喜ばせる、自分の魂を輝かせるための出来事として日々自分に与えてほしいということなんですね。でもしくはもっと魂の成長とかいいですっていう方もしいらっしゃったら、そんなことないと思うんですけど、いらっしゃったら、現実的にどのようにじゃあ子供を育てようかとか、どのようにこの部下の才能を開かせようかとか、何を植物をどう育てようかでもいいし、どうやってご飯をクリエイティブに作ろうかでもいいし、現実の中でも私たちの選択でいろんなものを作れるので、そういったものが光る時だと思っておいてください。なので企画がうまくいきやすかったりね、何かお子さんのことに関してのいいことがあったりっていうのもあるかもしれません。そして
7月12日以降ですね、より一層生活に喜びが入ってきます。ちょっとほっとするっていうか、ちょっともしかしたら体の中に喜びが増えるっていう感覚があるので、少し改善するみたいな感じかもしれませんね。で、星ではそんな感じなんですが、ちょっとカードで見た時にですね、何かご自身の立場が弱いとか、今は仕方がないんだみたいな感覚があるのかなって感じがします。もちろん不満があったりとか改善していくための策っていうのはあるんでしょうけども、今それができないとかね、この状況ではそれが効かないとか、そんな感じではっきりしない状況のまま現実を受け入れて、どうすればいいんだろうなっていう形で手ごねいているような感じがします。これは要するにはっきりしないからこそもやもやするっていう感じがするんですね。例えば健康のことで言うならば、本当はもっと自分の健康に向き合いたいのに時間がこれだけしか取れないからどうしても休めないとかあるかもしれないし、または何か調子が悪いっていう時に具体的な解決策が見えない症状で、それをどうすればいいんだって言いながら、こっちかなあっちかなって言いながら日々を過ごしていらっしゃるのかもしれないし、または体は全然問題ないんだけど精神的に気になることがあって、でその気になることっていうのをどうやって解決すればいいかわからないみたいなね。でそれを本気で 100% 解決していくっていうよりは、いやでもなみたいな、もう今もうこの年だしなとか、なんかいろんな自分にとっての不都合な言い訳を見つけて動きづらいみたいな感じがあるんですね。いわゆる要するに問題を見たいけど見れない、はっきりさせたいけどはっきりさせられないみたいなモヤモヤ感がある感じがするんです。でそれをもうこの7月前半にもうやっぱりやめるみたいな、もうそんなこと考えてたって仕方がないし、はっきりさせないんだったらはっきりさせない状況の中で楽しむみたいな形で開き直ったり、何かを手放していくっていうような感じがあるんです。これは完全に何かを手放すっていうわけではなくて、大事なものを守るために一部切り捨てるみたいな感じかな。ありますね。会社でもよくありますよね、そういうのって。会社を存続させていくためには一番大事なコアな部分だけを残していくためにはちょっとこれまでも良かったけどここはやめますとか、ちょっとここの部分は終了しますみたいなのってあると思うんですよね。そんな感じで何かご自身が全体的にもやっとしてる解決してない問題だったりとか状況の中で、これがあるからいいじゃないっていう感じで納得してご自身が何か違うものを手放していく、いわゆる何かの自分にとっては本当に残したいものを手に入るからこそ、それを守るためにはもうこれは手放してもいいわっていう形で手放していくんだなと思います。ただその一連の出来事ってやっぱり若干ちょっとしんどいですよね。やはり本当は話したくないものだから、それを自分の中で精査していくっていうところでもう一回ちょっと何か体にね来るかなって感じがするんです。これはね、でもすごいもう手放しってばっかり出てくるので、そうですね、もう本当にちょっと浄化の儀式としてやるしかないなって感じがしますね。例えばですけど、熱を出すとか体何か急に症状が出るとかアレルギーが出るとか熱が出るとか、そういうのはものすごい体の中から浄化が起きてるんだよっていう風な認識でいてください。何か本当に悪いものに自分が汚染されて何か体が悪くなるとかではなく、この本当に自分が守るべきものを守り、いらないものを捨てていく上での調整として起こっている体の不調みたいな感じがあります。で、体のこと全然大丈夫です、私超健康ですっていう方は体ではなく、もしかしたらその状況としてなんか私すごく、例えばですよ、会社のためにこんなに尽くしてきたのになんか私が悪いことしたかのような感じに取り扱われて嫌だなみたいなとか、でもそれは本当一時的なことなんで、それが本当に問題になることなんで安心してくださいね。何かそんな感じがするんです。でもそれは先ほど言ったみたいに本当にそれで自分が痛めつけられているわけではなくて、状況が変化していく上で必要なプロセスって感じがするんですね。でこのプロセスを踏まないとやはり先へ進めないし現状も維持していけないので、
自分の体がこれ以上は我慢したくないんだって言ってることをもう手放そうとしてるわけですから、もう出しちゃってくださいって感じがします。そしてもしそれに対してちょっとねこう手当てが必要であれば、例えばですけど、あまりにもどこかが痛むのであれば、ちょっとそこの部分切り取りましょうかみたいなとかね、麻酔して切り取りましょうかとかっていう形で、何かのメスが入るなっていう感じがするんです。でこれメスっていうのは、比喩であり、何か医療的な治療を受けることによって良くなるとか、例えばもし人間関係の中でそういう私悪いことしてないけど私が悪いことになってるみたいな思ったとしたら、それをきちんと上司に伝えるとか、何かそういうちょっとメスを入れるじゃないけどね、何かすることによってちゃんと和解するみたいな感じがあります。ですのでね、なかなかこのプロセス魚座の皆さんにとってははっきりさせないことをそのままで持続するっていうのは得意だと思うんですけど、はっきりしていくんだなみたいな感じがあります。そしてぜひこの状況をね、ただただ飲まれてなんか嫌だなみたいな感じで過ごすのではなく、自分から主体的に動いていってください。今もうそういう時なんだったら、私はもう最初からこれを手放しますみたいな感じ。よくなんか全然ちょっと違うけど、願掛けみたいなのってありますよね。本当に願いが叶うために私は好きなものを一時的にこれやめますみたいな感じして絶対それが叶うと信じるみたいな、そんな感じがあるので、何かはっきりさせていくんだなっていう感じがあり、自分から動いてね、そしてそれによってものすごく自由になる、体もだし精神もだし状態も自由になるっていうふうに出ているので、ぜひこのプロセス頑張ってください。宇宙は喜びをもっと吸収できるように、もっと自分が好きなように生きれるように流れを用意してくれてます。ご自身の中の体とマインドの調整が行われてるんだなっていう感じです。そしてオラクルがね、ペンタクスと7の逆なので、現実はしっかりと進んでいきます。お仕事も続けられるし、生活はちゃんと成り立っていくよっていうふうに言われています。ご自身がちょっとどうかなこれって思うだけで、現実はちゃんと流れていきますからねっていうふうに言われてます。はい、ちょっとお仕事のことで見てみたいと思います。ソードのページ、エンペラー、皇帝ですね。戦車逆ということで、お仕事に関しては自信があるんでしょうね。いや自信ないですっていう方も、潜在意識では自信なくても潜在意識では自信があるとか、実は本気になればできるみたいな思いがあると思うんです。ただそれを今出したいのかって言われると、ちょっとブレーキかけてるっていうところがあり、やってしまったらもう本気でやっちゃうしなみたいな感じもあるかもしれないし、仕事ですごくやるというよりは仕事だけに特化してないんですよね。今この全体のメッセージで出てきたように、何か自分の人生そのものに対しての大きなプロセスが起こっているので、仕事だけ特化してめちゃくちゃ頑張りますっていうのではなく、仕事の在り方ややり方に対しても自分でちょっと疑いを持ち始めて、もっと違う風にした方が自分の能力出るんじゃないかなみたいなのとか、ちょっと抑えているみたいな感じがありますね。ただその魚座の皆さんの能力をね知ってくださってる方、買ってくれてる方に対してはものすごくやっぱ評価が高いので、そこは自信を持って対応していただいてと思います。ちょっと休みますとか休ませてくださいっていうのも言っていいと思いますし、そんなに遠慮せずにね言っていいと思いますし、それによって何かが悪くなるってことではないです。ただ自分自身がその仕事にめちゃくちゃエネルギーを使いたいのかっていうとそうではないんだなっていう感じが出ています。ちょっと人間関係で見ていますね。カップの10、ペンタクスの8、カップのペンタクスの8、カップの8ですね。はい、ペンタクスの8とカップの8。そうですね、人間関係に関しては表面的には悪くないです表面的にも悪くない、いわゆる社交的な
感覚の付き合いに関しては全然悪くないし、これまでの関係性も特に壊れるとかは全然出てないんですね。だから表面はね変わってないんですよね、何か状況が。でもそのはっきりさせない何かっていうものを魚座の皆さんのその意識の中で一つ一つこれを優先させるがためにこれやめていくみたいな心の中とか内面の変化としてそれが起こってるだけであって、表面的な人間関係とか現実的な人との付き合いっていうのは決して悪くはないんです。ただもっと安心できる関係を作っていきたいんだみたいな感じがあります。でそのための努力をしていきたいっていう風に気持ちが切り替わっていくみたいですね。今までなんとなくはっきりさせないんだけど置いていたもやっとしたものを見ないようにして、本当に関わりたい人と関わっていこう、もっと安心できる、心から安心できる仲間を作っていきたいみたいな形で、そのために自分は自分のために努力しますみたいな感じが出ています。とてもいいですね。なんか人間関係に関してはすがすがしいです、とても。なるほどね。やっぱ見たくないものを見ていくってすごくね、精神的にはしんどいかもしれないですけど、それをしていくっていう覚悟があるんだなって感じがありますし、それを宇宙は応援して本当の喜びを感じるためのプロセスにしましょうみたいな宇宙の計らいですね、これはね。なのでぜひ飲まれるというよりは主体的に自分からその状況を作っていくんだ。そして現実はそんな悪いわけじゃないんだから、自分でちゃんとした喜びを作っていくふうに決意していこうみたいな、そういう感じが出ています。あとね、コメントで恋愛を教えてくださいっていうのがあったので、ちょっと恋愛見てみますね。ペンタクルスキング、吊るし人、ワンドの9ということで、恋愛で言うと星では今すごく恋愛運がいい時なので、自分を喜ばせてね、もっと表現してね、好きなら好きって言ってねみたいな、その愛情あふれる愛情っていうのを止めないで出してねって感じなんですよね。でもみんながみんなそうではないと思うんですけれども、自分が好きだなっていう自分から溢れてくる感情を出す時に同時になんとも言えない返してねみたいなエネルギーと一緒に出すかもしれないじゃないですか。私好きって言ってるんだからこうしてねみたいな、そういうエネルギーでちょっと若干ちょっと粘っこく感じると思うんですけど、もう好きなら好きとか、こんなに思ってるとか、そういうのは全然すがすがしく出して問題ないわけですね。なので基本的に恋愛はいい時です。そしてその表現がうまく伝わりやすい時なので、自分の喜びを自分の中に膨らませるっていう意味で、好きなら好きっていいんですけど、好きなのに相手は答えてくれないかもとか、好きだからこそこの気持ちをあんまり言わないようにしようとかっていう、何かそこに防衛するエネルギーっていうのがすごく働いていて、それによって自分は待ってる状態、相手から声をかけてもらうのを待ってる状態みたいな感じがするんですね。で待ってるだけってすごく妄想が広がってしまって、あれはどうなのかな、これはどうなのかって考えやすいので、素直に自分の感情を表現するようにしてください。そして物事を違う方向から見ると、相手の思いやりや相手の誠実さっていうものを感じますよというふうに言われてます。でもそれに対して本当にじゃあ対処できる状況なのかっていうと、まだ対処できる状況ではお互いにないみたいな感じがあるので、それであれば状況がどうとか、どれだけ現実的にどれだけ2人が仲いいかとか合ってるかとか、そういうのではなく、自分の中にある感情というものを喜ばせて旅立たせてねみたいな感じにするとうまくいくと思います。人間関係基本的に良かったですからね。本当に望む関係を作っていくための表現ができる時ですからね。はい、ということで今回ここまでにしておきたいと思います。次回またね、7月中旬ぐらいに次の動画をアップします。はい、もし何か聞いておきたいことがあれば、また皆さんのコメントを先に読んでから次占っていきたいと思いますので、コメントもお待ちしております。もし何かしら良かったよという方は、ぜひいいねボタンやコメントで教えていただけると嬉しいです。チャンネル登録ももちろんお待ちしております。ではまたお会いしましょう。ぜひ怖がらずに避けていたものを見て、このプロセスを自分の本当の喜びにつなげていってください。ということで今回もありがとうございました。失礼します。